さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、水鏡の表現についてです。ボスバトル用の背景を作成しているときに、雨上がりの街をモチーフにしてみようかなと思いました。雨が降った後の道路に水たまりができて、空や建物などが映ると幻想的な感じになりそうです。ということで、今回はフルスクリーンシェーダーグラフを使用して、水鏡のエフェクトを作成してみます。水鏡を作成する場合、ゲーム画面を反転させた映像が必要になります。今回は URP サンプルバッファノードを使用して、ゲーム画面のレンダリング結果を取得することにしました。URP サンプルバッファノードは、フルスクリーンシェーダーグラフで動作するので、まずは初期設定を行います。レンダラー 2D アセットのインスペクターを見てみると、Add レンダラーフィーチャーというボタンがあるのでクリックします。今回使用するのは、フルスクリーンパスレンダラーフィーチャーですね。デフォルトだと画面の色が反転するエフェクトが適用されます。パスマテリアルにフルスクリーンシェーダーグラフのマテリアルを設定することで、水鏡のエフェクトを画面に適用します。これでフルスクリーンシェーダーグラフの初期設定が完了したので、続いては水鏡のエフェクトを作成します。右クリックのメニューからフルスクリーンシェーダーグラフを作成しました。オープンシェーダーエディターで編集画面を開きます。今回のサンプルでは雨が降っている場面から開始して、時間の経過とともに雨が止む演出を作成します。雨が降っている場合だと、水面に波紋などの歪みがあった方が自然なので、まずは波紋のアニメーションを作成してみます。画面を分割する部分のノードですね。シンプルな格子状に画面を分割すると、波紋が規則正しく並んでしまうので、今回のサンプルではレンガのような配置にしてみました。互い違いに波紋が表示される感じです。ランダムレンジノードを使用して波紋の中心座標を変化させています。中心の座標から大きく動かしてしまうと、波紋がタイルの境界線を越えてしまうので、今回はプラスマイナス 0.2 の範囲で座標を変化させることにしました。波紋が広がるアニメーションの速度は乗算のノードで調整できます。上に配置したノードで波紋が広がる動き、下に配置したノードで波紋がフェードアウトする部分を作成しています。最終的には乗算した結果のような波紋が完成します。雨の強さに合わせて水面を歪ませる強さを調整したいので、リップルストレングスというプロパティを作成しました。
雨が止んだ場合は数値を0にして歪みを無効化します。波紋のアニメーションは完成したので、続いては水鏡のエフェクトを作成します。水面の高さについてはプロパティで設定します。今回のサンプルでは左のような感じで道路の奥のラインを地面と水面の境界線にしました。道路より手前のエリアに反転した映像が表示されます。先ほど作成した波紋のアニメーションは水面のエリアにだけ反映されるようにしています。上下反転した UV に波紋の歪みを加算することで雨による水面の揺らぎを表現する感じですね。ラープノードを使用して境界線より上は通常の UV、境界線より下は上下反転した UV を割り当てています。ゲーム画面のレンダリング結果を取得するノードです。URP サンプルバッファノードの設定をグリッドソースにすると、画面に描画されている色を取得できます。ゲーム画面を取得する際に UI は除外したいというような場合は、キャンバスの設定をスクリーンスペースオーバーレイにすると、最後に UI が描画されるようになるので、水面の反射には UI が含まれなくなります。特定のレイヤーを水面に反映させたくないという場合は、レンダーオブジェクトの機能で対応できます。レンダラー 2D アセットのレイヤーマスクで、コピーから除外したいレイヤーのチェックを外します。アドレンダラーフィーチャーボタンをクリックしてレンダーオブジェクトを追加します。レンダーオブジェクトの設定でイベントをアフターレンダリングポストプロセスなどゲーム画面を取得する処理が完了してから指定したレイヤーが描画されるようにします。キャンバスの設定をオーバーレイに変更したくない場合は、レンダーオブジェクトの機能で UI を除外することもできますね。水面に空の画像を合成するノードです。フェードディスタンスで空の映り込みを調整できます。今回のサンプルではゲーム画面を反転させた映像に波紋の歪みと空の画像を合成することで水鏡のエフェクトを作成してみました。シェーダーグラフの編集が完了したらセーブアセットで保存します。これで水鏡のエフェクトが完成したので、フルスクリーンパスレンダラーフィーチャーのパスマテリアルに作成したマテリアルを設定します。今回作成したエフェクトについてはゲーム画面のレンダリング結果を取得するので割と負荷がかかります。ということで水鏡のエフェクトを使用しない場面ではフルスクリーンパスレンダラーフィーチャーを無効にして必要な時だけレンダリング結果を取得するようにします。とりあえずは水鏡のエフェクトを使用する準備が整ったのでエディター上で動作を確認してみます。
水面にゲーム画面を反転させた映像が表示されました。波紋の歪みと空の色も反映されていますね。雨が弱くなってくると水面の歪みが収まってきました。雨上がりの静かな水面も良いですね。ということで本日はフルスクリーンシェーダーグラフを使用して水鏡のエフェクトを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。